着きました。思ったよりも蒸し暑かった。札幌はすごく涼しくて、だから今日はこれを着てきたんですけど、でもソウルに着いたらものすごく暑くて、なので急いでエアコンをつけました。この部屋は窓がついてなくて、すごい簡易的なホステルみたいな場所です。ここにプロジェクターがついてるので、こんな感じでここの何もない壁にネットフリックスとかつけられるらしい。こんな感じでドアがあって、でここにお手洗いとシャワーがあって、仕切りとしてカーテンがあります。ベッドの真隣に洗面台があって、で、ちょっと不安なのが、これ見て、ゴキブリなのかな？本当に無理。今から、ダイソー、オリーブヤング、チキン、カフェ、これらを求めて探検したいと思います。今 BHC チキンに行ってお会計してきました。 BHC チキンの待ち時間の間にちょっとだけチキンと一緒に食べたら美味しそうなものを用意してます。今から受け取りに行ってきます。じゃーん。韓国でチキンを食べるのが夢で、ちょっと緊張したんだけどオーダーしてきました。で、チキンに合いそうなスプライトも買ってきました。韓国って炭酸ドリンクちょっと高いのかなって思ったんですけど、220円ぐらいした気がする。BHC チキンのミョンドン本店に行ったんですけど、2階建てならしくて、2階のレジにこれとこれ欲しいんですけどって言ったら、なんかレシートみたいな、整理券みたいな手書きのものを渡されて、それでその時間通りに行くとチキンがもらえるシステムらしい。私は何を頼んだかというと、こういうやつ。自分で頼んだのにこれが何かちょっとわかんない。そして、これ、チーズボール。そして、韓国チキンといえば、この大根の漬物もよくついてくるイメージ。箸二つ。一応一人で食べるんだけど。あ、それと、この、チキンにつけるソース。私今日焼きおにぎりしか食べてなくて、珍しく。だから、多分たくさん食べれると思う。美味しそう。ちょっとさすがに多くない？箱の底が全然見えない。いただきます。このソースってこのチキン用で合ってる？今日は、この前買ったイチゴの T シャツとスカートを履いていきます。そして、バッグとエコバッグとカメラと iPhone。今日から韓国は猛烈な梅雨の時期に突入するらしいので、ちゃんと傘も日本から持ってきました。ヨンドンからソンスまではだいたい30分ぐらいかかるんですけど、バスに乗るのはちょっとまだ怖いので、電車を乗り継ぎながら行こうと思います。
めっちゃ可愛い。メガコーヒー。さすがにメガすぎる。すごい。ずっと欲しかった香水があるので、今から買いに行こうと思います。なんかすごいセレブたちがいっぱいいて緊張しちゃう。なんか私が場違いなような気がする。大丸みたい。今日は夕方から雨予報だったんだけど、雨は降らないみたい。明日の午後から降る。ユニクロで買い物しました。後で紹介します。この部屋に戻ってきてからというもの、1時間ぐらいスマホを見たり、だらだらと過ごしていて、今度こそ折りたたみ傘を持っていきます。今ずっと嗅いでるの、香水を。こっちがアクネとフレデリック・マルのコラボ。で、こっちが私がずっと気になってたアンパッサン。私がずっと欲しかった香水。買っちゃったの、ついに。途中で雨が降ってきたじゃない。だから、この私が大事に大事に使おうと思ってた香水が濡れちゃったの。濡れちゃって、もうどうしようかと思ったけど、ギリギリ大丈夫だった。私、ライラックが世界で一番大好きな香りだから、ライラックの香りがする香水がないかなってずっと探してて、チャット GPT も調べたし、ラビットっていう海外版掲示板みたいなサイトも見まくって、たくさん調べて、買わずに買うのは怖いなって思ったの。だから、ソウルにお店があるって知って、急いで今日行きました。この世に存在するライラックの香りの香水の中で、1番か2番目ぐらいに近いっていう評価を受けてる。なんかブルーベリージャスミンみたいなやつもあって、正直そっちの方が気になってたんだけど、なんか韓国でやたらスイカ味の何かを見つけるから、今日はスイカにした。今の時刻は午後9時17分です。早速チャパンダを飲もうと思います。ミョンドンのチャパンダに行ったんだけど、すごく行列ができてて、でも出来上がるのはすごく早かった。体感3分ぐらい。韓国語はほとんどわかんないから、なんかちゃんと注文できるかなとかいろいろ不安だったんだけど、だんだん慣れてきた。基本的には機械でこう操作してオーダーしてレシート見せて商品受け取るっていう感じだから結構シンプル。中には何が入ってるんだろう。いただきます。スイカとなんかゼリーみたいなのが入ってる。中国も行きたいんだけど全然行く機会がないから、韓国に行く時にチャパンダ飲んでみたいと思って、ついに願いが叶いました。さっき私がフレッシュマートで何を買ったかというと、じゃーん、こちら。私が韓国のお菓子の中で一番大好きなバターワッフル。バター風味のちょっと塩味のあるクッキーっていう感じ。そしてこちら、韓国といえばこれっていうイメージがあるから、これも買ってきた。そしてこれ、ビオットだよね。日本だと買えないから、これは一度でいいから試してみたくて買ってみた。そしてこれ、
昨日いちご味飲んだんだけど、今日はメロン味にしてみました。CU っていうコンビニよりも、フレッシュマーケットの方が、ちょっとだけど安くなってた。お店によって全然値段が違うみたい。今は3日目の朝5時20分ぐらいです。昨日の夜から一睡もできてなくて、本当はもう今すぐにでも寝たいぐらい、もう眠いんですけど、でも目を閉じたら虫が湧いてくるんじゃないかってもう本当に怖くて、ここのホステルを選んだのは、本当に安くて、で、駅近で、眠れればいいかなと思って、だからここにしたの。それ以上のことあんまり期待してなくて、だけど、思った以上に湿度が高かったり、あと窓がないから空気がこもって虫がいっぱい湧いてくるのね。小バエぐらいならいいんだけど、昨日の夜11時過ぎに足がいっぱい生えてる、虫が湧いてきて、もう本当に嫌で、この部屋にある殺虫剤をかけたんだけど全然ダメで、もう次はどこから湧いてくるのかなって思ったらもう怖くて怖くて眠れなかった。初日にここの部屋に入った瞬間に殺虫剤を見つけたじゃない。だから一応身構えてはいたんだけど、まさか本当に出てくるとは思ってなくて、もう私はこの世で一番無理なの、虫が。だから地元の青森とか札幌とかそういう涼しい夏が比較的短いところでしか暮らしたことがないんだけど、もう本当に虫は苦手で、だから決めました、私。さすがにもう一晩ここで夜を過ごすのは無理だから、今日のだいたい10時過ぎぐらいにミョンドンからインチョン空港に行って、空港泊をしたいと思います。昨日の夜、本当はこの2つも食べようと思ったんだけど、虫が出てそれどころじゃなかったので、ちょっと今朝この2つ食べようと思います。ずっと気になってたの。多分明日は食べられないから、多分このビオットが今回の韓国旅行では最初で最後のビオットになると思うから、味わって食べる。メイクする前までメガネつけてたから、ちょっと肩がついちゃった。すごい朝早すぎて、地元の人しかいなさそうな雰囲気。本殿に向かいます。今日は涼しくて過ごしやすい。今ゴンチャですごい謎なドリンクを頼みました。何頼めばいいか分かんなくて、日本で見たことがないなんかジャスミン茶と何かのミックスの紅茶を頼んだ。結構すっきりしてる。おすすめです。今の時刻は1時半ぐらいです。本当は本音で行きたい場所がたくさんあって、Google マップでも全部保存してたんだけど、睡眠不足とカフェイン過剰摂取が相まって、すごい具合が悪くなってしまって、なので悲しいですが、ミョンドンに戻ってきました。韓国人の皆さんが大きなアイスコーヒーを持って歩いてるのを見て、いいな、私もせっかく韓国に来たなら、いっぱい飲みたいなと思って飲みすぎました。さすがに。お腹が空いたので CU でこれを買ってきました。ビーフプルコギマヨのキンパ。
で中にたくあんが入ってて、これ絶対美味しいと思って買いました。明日の昼には札幌に到着する予定なんですけど、ちょっと日本の味が懐かしくなってきて、多いお茶も買いました。切り込みがちゃんとついてる。紫みのあるリップ探してて、ついにヘラのリップに出会いました。ニューニューでこれを買いました。髪がちょっとずつまた長くなってきたので、これで留めようかなと。色の組み合わせが可愛い、それぞれ。オリーブヤングでヘラのリップセラム買ったら、なんかこれがついてきました。ちょっとお土産用にこれ買ったのと、あとせっかくなら日本で買った方が安いのかな、ちょっとわかんないんですけど、ギャッツビーの油取り紙みたいなやつも買いました。私が泊まったのはオヨ6っていう場所で、すごくフロントのスタッフさんが親切でいい場所でした。あっという間に韓国旅行が終わってしまいました。あと10時間11時間ぐらい空港で過ごさないといけなくて、